ポツンっていうのは、周りにはあんまり家とかがない場所に一つだけあるイメージですね。だいぶ遠回りしてきたっていうのは、本当だったらもっと早く来れたけど、そこに行けないからぐるーって違う道を大きく回ってくるんですね。これが遠回りです。皆さん、こんにちは、エマです。今日もいかがお過ごしですか？今日も私と一緒に楽しく日本語を勉強していきましょう。今日は新しいゲームをしていきます。今日していくゲームはストレンジ・ホーティカルチャーっていうゲームです。このゲーム私も初めて知ったので最初にどんなゲームか説明しますね。このゲームは植物店の店主になってミステリーを解決する謎を解いていく、パズルアドベンチャーゲームです。パズルアドベンチャーゲームっていうのを私もね、今までしたことがないのですごく楽しみです。でもこのゲームではいろんな不思議なことが起こって謎、ミステリーがたくさん出てくるのでそれを考えながら解いていきます。このゲームではお客さんと話したり図鑑って呼ばれる植物に関することが詳しく書かれている本、そういうのを読んでたくさんの新しい日本語を学ぶことができます。なので今日はね、楽しく私と一緒に勉強していきましょう。では早速始めていきますね。で、私は、今体験版デモを使ってるので、1日目、このお店の1日目しかできないんですけど、皆さんがもし楽しいって思ってくれたら、これからまた続けていきたいなって思うので、よかったらコメントで感想も聞かせてくださいね。では、まず最初から始めていきます。アンダーメアの通りは狭く息が詰まる。息が詰まるっていうのは、例えばちょっと苦しいことがあったり、嫌なことがあったり、緊張したりして、息がしにくくなる、息苦しくなることです。ほとんどの建物は2階部分がせり出していて、手を伸ばせば隣人同士で握手ができるほどだ。すごく近いんですね、建物が。しかし実際には罵詈雑言が飛び交うことの方が多い。罵詈雑言っていうのは覚えなくて大丈夫です。これはすごくひどい言葉、悪口ですね。そういうのが飛び交う。飛び交うっていうのは、みんながそういう悪口を言ってる。あっちに行ったり、こっちに行ったり、そんな風に飛んでるイメージです。飛び交うことの方が多い。そんな大通りを離れると、アンダーメアでは珍しくポツンと立つ小さな店が見えてくる。ポツンっていうのは一つだけ、他には何もないけど、珍しく、ポンと、なんて言うんだろう。ポツンっていうのは周りにはあんまり家とかがない場所に一つだけあるイメージですね。これがポツンです。幻想植物店。この店が他の建造物と、軒を連ねていないことには一つの利点がある。軒を連ねていないっていうのは、こういうのが軒なんですけど、このすぐ横にないってことですね。家がポツンとある。あなたもきっとご存知の通り、植物には光が必要だ。そして光はこの街の大通りでは不足しがちなのだ。不足しがちっていうのは光が足りてないってことです。少ないんですね。じゃあ次。おじさんが亡くなった後、最近になって私がこの店を引き継いだ。覚えるべきことは山ほどあるが、これだけははっきりしている。おじさんが集めてきた貴重な奇妙な植物たちにもちゃんとした使い道があるということだ。貴重っていうのは価値があるっていうことです。価値があるもの。奇妙な。
変な植物ですね。変な。タイトルにストレンジってありますね。これです、奇妙。そんな植物でもちゃんとした使い方があるっていうことですね。1日目、金曜日です。雨が降ってますね。すごく雨の音が聞こえます。ここには猫ちゃんがいますね。じゃあ早速見ていきますね。まず、花がたくさん並んでますね。花とかキノコとか、そういうのがあります。で、ここにね、私もやるのが初めてなんだけど、ここになんか手紙がありますね。とうとう見つけた、さまよえる、さまよい奉仕に関する記述があった。アンブルサイドの図書館に来たら教えてあげる。ギルデッド・デンドラに関する発見もあった。あなたはきっと興味を持つと思う。何か見つけたんですね。発見っていうのは見つけたっていうこと。ギルデッド・デンドラ、なんでしょうか。このシモーヌさんが書いた手紙です。追伸、私の代わりにヘレボルスの耳の裏を書いておいてあげて。ヘレボルスは多分猫のことかな？私はそう思います。その子の耳を書いておいてあげてってことですね。書く。で、ちょっと、ここに探索意欲っていうのがありますね。詳しく観察。詳しく観察っていうのは、しっかり見ることです。細かいところまで見ること。これなんて言うんだっけ？顕微鏡。中学生の時とか高校生の時とか使った人いると思います。私もね、よく実験をしてました。じゃあ、ヒントがあるので見てみますね。次の客を呼び入れよう。次の客を呼び入れよう。それかメモや手紙を見返したら、興味深い発見があるかもしれない。興味深い発見。これですかね？これが引き出しっぽい。そうですね。引き出しを開けました。アイテムはここからデスクの上に動かせます。なるほど。じゃあこのアイテムをまず見てみますね。これが図鑑です。図鑑。さっきも言ったように図鑑っていうのは、植物図鑑だったら植物に関する詳しいことが書かれてます。私の大好きな恐竜図鑑だったら恐竜に関する詳しいことが書かれてます。そういうのが図鑑です。で、著者、前書き。著者っていうのは本を書いた人。この図鑑は植物を特定することを目的としている。図鑑内のスケッチは必ずしも有用でないことに注意されたい。図鑑にあるスケッチは有用ではない。有用でないっていうことはあんまり使えないってことですね。間違ってるのかな？もしかしたら。有用でない。読者にとってはおそらく説明文の方が役立つだろう。スケッチより説明文を読んだ方がわかりやすいってことですね。毒性植物の取り扱いには細心の注意を払うこと。毒性っていうのは毒です。本図鑑の誤用による負傷、死亡事故には一切の責任を負わない。なるほど。これは自己責任ってことですね。もしこの本を読んで、間違って理解して使っちゃった、食べちゃった。それで死んだとしても、事故があったりしても、そういうのは責任は負えませんよって言ってます。はい。で、ここに目次、どういう花とかキノコとかがあるかが書かれてますね。これが図鑑です。じゃあとりあえず引き出しに戻します。これは虫眼鏡ですね。ほら、大きく見えますね。なんて言うんだろう。すごく小さい文字を読むのって大変だから、これをこうやって使って
読みます。これは何ですかね？ちょっとわからないなんか絵が描かれてますね、たくさん。ほら、あんまり何に使うのかわからないので飛ばします。で、手がかりもありますね。これもちょっとよくわかんない。手がかりっていうのは、何かそういう謎を解いたりするときのヒントです。なんか、絵が描かれてますね。ロウィックからイルギルヘッド。後でわかるようになるんじゃないかなと思います。ラベル、手紙。ここにも手紙があるので読んでみますね。危険な植物、バックバローの北東の、丘陵にまばらに生える。秘密にしておくこと。どういうこと？何かこの植物がこのバックバローの北東の恐竜じゃない、丘陵にあるんですね。丘陵っていうのは小さい山がたくさんあるところです。小さな山がたくさん並んでるところ。丘っていうのはこの漢字なんですけど、丘は山より低いんです。そういう小さい山がたくさんある。まばらにっていうのはあんまり集まってない。こうキュッてあるんじゃなくて、ポツン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 っていろんなところにあるのがまばらです。秘密にしておくこと、シークレットですね。じゃあちょっとお客さんを呼んでみますね。来ました。この道は何度も通ったことがあるけど、こんなお店があるなんて気づかなかった。ちょっと早いですね、この人話すのが。OK、最初からいきますね。この道は何度も通ったことがあるけど、こんなお店があるなんて気づかなかった。たくさんの植物に囲まれて、とても居心地が良さそうなところね。今日はちょっと変わったお願いがあって。夜になると声がするの。とても小さな声ではっきりとは聞き取れない。上の階から聞こえてくるんだけど、2階の部屋には、怖、誰も住んでないの。めっちゃ怖いですね。誰も住んでないはずの2階の部屋、上の部屋から声が聞こえてくるんです。怖い。それでどうしても好奇心を抑えられなくて、あの声が何を言っているのかどうしても聞いてみたい。好奇心っていうのは知りたいっていう気持ちです。知らないことを知りたいっていう気持ち。これが何を言ってるのか聞いてみたいみたいですね。この人はセイジョンのポピーですね。ポピーが欲しいみたいです。でも私はどれがセイジョンのポピーなのかわからないので図鑑を見てみますね。ここにありますね。セイジョンのポピー開きます。鮮やかな花びらを煎じて飲むと聴力が著しく改善される。花は鮮やかな赤色で中心は黄色。鮮やか、カラフルですね。煎じて飲むっていうのはお鍋とかに入れて小さな火、弱火でクツクツと煮ることです。で、それを飲むんです。そしたら聴力っていうのは耳がよく聞こえるとかよく聞こえないとか、それが改善される。すごく聞こえるようになるんですね。著しくっていうのは大きい変化があるっていうことです。もう急にめっちゃ良くなる。これがそういうこと。で、花は鮮やかな赤色で中心は黄色。中心ですね。中心は黄色。探しましょう、皆さん。これですね。ちょっと顕微鏡を使って見てみます。そうですね。鮮やかな赤色で中心が黄色です。赤い花、甘い香りって書かれてます。じゃあこれをあげます。植物を使う。植物を特定しました。特定したっていうのは何か分かった。詳しく分かったっていうことですね。
新しい図鑑かな。そうですね。新しい図鑑がもらえました。クラビリウムです。じゃあ次のお客さんいきますね。おはよう。まったく今日はひどい天気だ。まあ植物は喜んでいるだろうが、すごくひどい天気ですよね。めっちゃ雨。ほら、手紙が届いてるよ。獲得。地図かな？地図をもらったのかな？多分。この手紙ですね。ゴスフォースは忌まわしい町だ。私は殴られ、金品を奪われ、通りに置き去りにされた。何日も後になってようやく親切な人が助けてくれたが、その頃には私はあの呪われた町の全員が心を邪悪に蝕まれているのではないかと疑っていた。蝕まれるっていうのは、少しずつダメージを受けるイメージです。虫って葉っぱを食べますよね。で、虫はすごくちょっとずつ食べるので、そのイメージです。これが蝕まれる。心がね、どんどんダメージを受けてる、悪くなってるってことですね。その後、私は町の南の森で旅人たちと共に一緒に過ごし、心身を回復させた。森の北東の隅に腰を下ろし、色鮮やかな花を眺めていると、涙が顔を伝った。涙がポロンって顔を伝るって言います。また間違えた。こんな世にも美はある。そう思い出したのだ。なるべく早くアンダーメアに戻るつもりだ。このアモス・ダンカンっていう人はゴスフォースっていう場所に行ったんですね。で、できるだけ早く帰りたい。で、この敬具っていうのは手紙の最後に日本語で使われる言葉です。じゃあ次のお客さんいきますね。これが名前かな？多分ギルバート・アメス。森の魔女どもが何やら騒いでいて、誰も森に入ってはならないと言っている。おかげでだいぶ遠回りしてきたよ。バックバローを通ってね。あの姉妹団の魔女どもは全く信用ならない、信じられない。だいぶ遠回りしてきたっていうのは、本当だったらもっと早く来れたけど、そこに行けないからぐるーって違う道を大きく回ってくるんですね。これが遠回りです。それはともかく今日は取引に来たんだ。私が南から持ってきたフェネットをレモンダンディと交換してほしい。ここに来るまでにかなり遠回りさせられたからね。利益はほとんど出ないけれど、利益っていうのは、プラスにならないってことですね。すごく遠回り、交換するために遠回りしちゃったから、プラスにならないけど交換してほしいっていうことです。じゃあこのレモンダンディをまた図鑑で探しますね。レモンダンディ、これですね。剥いたレモンの皮のように渦を巻いた葉がこの名の由来になっていると思われる。待って、私さ、レモン剥いたことない。私レモンの皮も食べるんですよ、いつも。だから、剥いたレモンの皮のようにっていうのがよくわからないんですけど、とにかく渦になってるみたいです。渦を巻いている。渦。で、この名の由来になっている。由来っていうのは、この名前になった理由がこれだよっていうことですね。様々な医療用途があるが、心臓病の治療に使うのが一般的。医療用途っていうのは、ドクターがいますよね。病気を治してくれる人、お医者さん。で、そういうお医者さんが使う方法。病院とかで使われる方法ですね。これが医療用途です。心臓の病気に使うのが一般的。治療っていうのは心臓を治すためにすることですね。で、
このレモンダンディを探します。これに似たものですね。その渦を巻いた葉っていうのがよくわからないんですけど、これちょっと見てみますね。違いますね。絶対全然違う。全然違うかった。これか。これですね。ほら、渦になってますね、ここが。そういうことか。この上のお花の部分も同じですね。かすかに不快な匂いがするが、それほど強くはない。かすかにっていうのは少しだけ。不快なっていうのは嫌なってことです。でもそんなに強くはないんですね。これがレモンダンディだと思うので、渡します。OK、完璧です。植物を特定しました。獲得。新しい植物をもらえましたね。じゃあ次、新しいお客さんいきます。フェイスイフトさん。とても生々しい夢を見るの。女の人が出てくる夢。顔は仮面で隠れていて、その隣に骸骨じみた影がある。骸骨みたいな影がある。黒く恐ろしい影が。影は顔を動かし、あたりを見回している。見回すっていうのはあたりをぐるーって見ることです。見回す。顔らしい顔はないけれど、表情のようなものがあるのはわかる。多分笑っているんだと思う。でも子供のような天真爛漫な笑いではなくて、冬の訪れの息吹のように体の芯まで凍ってしまいそうな恐ろしい笑い。天真爛漫っていうのは元気な明るいピュアな感じです。元気な子供のイメージですね。そんな笑い方じゃなくて、もう怖い呪いじゃない、笑いなんです。怖い笑い。芯まで凍ってしまう。それくらい恐ろしいってことですね。ここ数週間、それがどんどんひどくなっている。とにかく穏やかに眠りたいの。夢を見てるんですね、この人は。悪夢を見てます、悪夢。数週間ですね、ずーっと見てるから、もうそろそろゆっくり寝たいみたいです。この人が欲しい花はフォレストギャンブリー。違う。フォレストキャンフリー。キャンフリーですね。ごめんなさい。フォレストキャンフリーが欲しいみたいです。これですね。強烈な匂いを放つ球根部。根元部分です。球根部にはこれまた強力な催眠作用がある。催眠っていうのは言葉とか音楽を使ってリラックスさせたり何かに集中させたりすること。夢の中に入ったような動けない感じになっちゃうんですね。催眠っていうのは。そういう作用がある。そのため睡眠薬の材料として使われる。睡眠薬。なるほど。睡眠薬っていうのは眠るための薬ですね。私も一時期眠れない時はこういう薬を飲んでました。これが睡眠薬です。無数の小さな花が集まり美しい暗生色の房を作る。房っていうのは、ぶどうをイメージしてください。グレープです。たくさん実がついてて、ぶら下がってますよね。あれが房です。そういう形の花。で、無数の花。無数っていうのは、たくさんあること。もう無限に何個も何個もあるってことです。フォレストキャンフリー。無数の花。これは多そうですね、花が。これは違いますね。なんでかって言ったら、匂いは特にないって書いてますね。でもフォレストキャンフリーは強烈な匂いを放つ。すっごく匂いがあるんです。なので、これは違います。花がいっぱいのもの。これこれも甘い香りだから強烈の匂いじゃないですね。
どれ？これかな？ぶら下がってますね。あ、これですね。青い花。ほんのりと軽快な匂い。違うか？違いますね、皆さん。ぶら下がってるから房かなって思ったけど。これか。これですね。ここが球根です。球根。鼻に来る匂いだが不快ではない。鼻に来るっていうのはすごくきついんです。強烈な匂い。ツンとする感じ。でも不快じゃない。嫌な感じではないんですね。球根部は柔らかな黄色で葉は光沢がある。虫眼鏡を使えない。こうやってとりあえずたくさん花がついてますね。集まってる。房になってます。なので多分これがフォレストキャンフリーです。OK です。これも新しい図鑑をもらいました。今ね、この辺にさらっと出たんですけど、ラベルにお花の名前つけといた方がわかりやすいって書いてましたね。これがラベルですね。多分、ほら、たくさんお花があるから、どれが何かわからなくなっちゃうってことですね。試しに1個、このフォレストキャンフリーにラベルをつけてみますね。どうやってつけるんだろう。あ、フォレストキャンフリー。フォレストキャンフリー。OK です。ついてないよ。どういうこと？私今つけたよね。あれ？なんでわからないんだろう。なんかラベルつけたつもりなんですけど、つけれなかったので諦めます。じゃあ次のお客さん呼びますね。ノラ・バターフィールド。さまよい胞子は置いてある？あの花を見るといつもあの人のことを思い出す。あの人、名前はなんだっけ？世捨て人でお年寄りの発明家の、そうだ、ワンダラー。お年寄りの発明家。発明家っていうのは新しいものを考えてそれを作る人ですね。エジソンとかライト兄弟とか発明家ですね。世捨て人っていうのはなんて言うんだろう。周りの人、人間関係を切る。人間関係とかそういう誰かと関わるっていうことをやめて一人で静かに暮らすことを選んだ人のことです。それが世捨て人ですね。それはともかく、もしここにあるようなら、さまよい胞子をお願い。さっきね、ここにちらっと出たんですけど、私はまだ図鑑にこのさまよい胞子がないんですね。なのでこの手紙を読みます。さっき読みましたね。図書館に来たらさまよい胞子に関して、さまよい胞子について教えてくれるみたいです。じゃあちょっとアンブルサイドっていうところに行きますね。これがアンダーメア、私が今いるところですね。で、ゴスフォースっていうのがなんかさっき怖いって言ってたところ。で、アンブルサイド、ここですね。ここに行きます。アンブルサイド図書館は私が足しげく通う場所の一つだ。足しげくっていうのはよく行く、頻繁に行くっていうことです。司書のシモーヌは親切で優しく、奇妙な植物に対する私の情熱、パッションに理解を示してくれる。今日彼女は満面の笑みを浮かべている。自分の発見を早く私に見せたくてたまらないのだ。満面の笑みっていうのはちょっとしたニコじゃなくてもうニッコニコ、めっちゃ笑ってる。それが満面の笑みです。獲得。これですね。さまよい胞子。じゃあちょっと図鑑を、あれ？私図鑑どこやったっけ？
ありました。ここですね。さまよい胞子選びます。暗闇の中をゆっくりと移動することからこの名で呼ばれている。一晩で数メートルの距離を動くという。このキノコの下部にあるヒダは、ヒダってこれですね。このキノコの裏の部分にあるもの。ヒダは流れるような美しい線を描く。ヒダは非常に硬く鋭いシャープなため、フィンガーズベインですね。指の災いの異名がある。異名っていうのは、さまよい胞子っていうのが本当の名前だけど、フィンガーズベインっていう風にも呼ばれてる。別の名前があるっていうことですね。じゃあ探します。さまよい胞子。これとこれがキノコですね。両方見てみます。腐った牛乳のような強烈な匂い。腐った牛乳、めっちゃ臭いですよね。なので強烈な匂いがします。こうしている今も涙が止まらない。もう臭すぎて涙が止まらない。泣いちゃうんですね。なんか日本語ではすっごく臭いものを腐った牛乳っていう風に説明することが多いんですね。でも実際に多分ね、ほとんどの人が腐った牛乳の匂いを知らないと思います。私も知らないです。じゃあ、これは違いますね。そんなことは書かれてなかった。じゃあ、これかな？このキノコ。他のキノコのように海綿質ではなく、海綿質っていうのはスポンジみたいな感じですね。スポンジみたいに穴がポツンポツンって開いてる。ポツポツ開いてる。あれが海綿質。下部のひだは鋭くなっている。シャープになってるんですね。さっき、さまよい胞子の図鑑にも書いてましたね。傘から赤い胞子が飛び出している。じゃあこれがさまよい胞子です。OK です。ゲットしました。獲得。夏木夫人。くるくると楽しげに巻いた葉。いい表現ですね。楽しげに巻いた葉。美しい花。高い耐寒性。耐寒性。寒さに耐えることができる。寒くても大丈夫。観賞植物としての人気が高い。老人の記憶力低下に効果がある。老人、高齢者になったら、年を取ったら、記憶できなくなりますよね。覚えにくくなる。それに効果があるっていうことです。夏木夫人。見てください。営業時間外になりました。もう営業が終わった。お店が閉まったんですね。営業を終了します。で、これが1日目で、私は体験版を使ってるので、これが最後になります。なんだこれ？ H 行3番目のよう。そもそもの始まりは彼女があれを見つけたことだった。彼女が見つけるはずのなかったあれを。それは一冊の本。アンブルサイド図書館の忘れられた一角に眠っていた本だった。なるほど。この本を誰かわからないけど、誰か女の人が見つけたんですね。これからこのストーリー、物語が始まりました。では皆さん、今日はここまで見てくれてありがとうございました。このゲームは To be continued って書かれてますね。まだ続きがあります。このゲームどうでしたかね？私はプレイしてて結構楽しかったです。なんかお客さんが来て、その人のニーズに応えながら、どれがいいか、どの植物がいいか考えるっていうのがすごく面白かったですね。もしこのゲームまた続きが見たいっていう人がいたら、これからも作りたいので、ぜひ
コメントで教えてくださいね。今日の動画楽しんでいただけていたらすごく嬉しいです。では皆さん、いいなと思ってくださった方は、高評価、コメント、そしてチャンネル登録もお待ちしております。では皆さん、今日もいい一日をお過ごしください。じゃあね。